皆さんこんにちは。横浜の工務館道場で師範代をやらせていただいている山口と申します。よろしくお願いします。工務館道場ね、私と年齢があんまり変わらない80過ぎの商船大学出た方ですね、おいでになるんですね。船長さんやってられた方で世界を回ってた。よく冷やかすんですけども、世界回ってりゃ港に彼女あれでしょうって言うとですね、いや、今の会社そんなに遊ばせてくれませんよって言ってるんですね。だからこうマドロス加えてね、足どっか引っ掛けて、島のシャツ着てりゃいいのかなと思ったら、そうでもないみたいですね。パーフェクトストームっていう映画があったんですね。ビデオを借りてですね、それは漁船が遭難して、どうなるか。でもそれを見てですね、改めて船長さんの責任っていうのはすごいなっていうことがね、分かったんですけど、例えばそれは全然小さな船で漁船でですね、今の道場にいる商船大学出た方の船とは全然スケールが違うんですけども、日ごとの船の中での喧嘩とかですね、それから魚の収穫量の多いか少ないか、天気予報をどうやって読むか、全部船長の責任なんですよね。その映画では収穫したカジキを港へ届けなければいけない。だけど製氷機が故障しちゃってる。そうすると港まで届けるのが大事なのか、あるいは台風を避けて魚は収穫は腐っちゃうけども無事に船員を港に返すのが大事なのか、その二つを船長は責任を持たされるんですね。翻って合気道の稽古を考えてみるとですね、他でも話しましたけども、合気道は個人競技で試合がない。だから全部自分が引き受けなくちゃなんないんですね。集団スポーツと違って自分の責任は全部引き受けなければならないというと、ビジネスでですね、経営者とかですね、部長課長の責任者には合気道は最適じゃないかなと。競技性がない合気道ですね。自分で常に責任を持つ合気道がですね、責任を分散させない。それが責任者の訓練としては合気道はとても役に立つんじゃないかな。だけど、そのパーフェクトストームっていうのをですね、最後は船が沈んじゃってですね、そのまま二人は亡くなるんですね。その時に船長がですね、船員に死ぬことになっちゃうね。だから悪かったな。船員がですね、船長を見ながら、いや、やるだけのことやりましたよね。これで終わる映画なんですが、だけども、その映画見たり、それから商船大学のその人の話を聞いてですね、ご自分の判断が全ての人の命に関わる。これすごいなぁと。そういう点ですね。一般の経営者、あるいは課長、部長、それほど命に関わるほどの責任はないですよね。命までは取られない。だからそういうつもりで合気道を自分の責任を取る、自分の柱に合気道がなるかどうか、それをいつも心に秘めて求めながら稽古をしていくと、どんどん合気道の心境が進歩していくなというふうにですね、思っております。今日はそういうことでありがとうございました。またお目にかかりましょう。失礼します。